ちょっと怖い数字見せてやろうか。怖い数字って何ですか？ CPO 最高調達責任者ってわかる？はい、調達のトップの人ですよね。その CPO を世界中で調べたら 92% が生成 AI に投資するって答えてるんだよ。 92%、 ほぼ全員じゃないですか。でも実際にパイロットや実装まで進んでいるのは 37% だけ。 37%？ 半分以上が計画倒れってことですか？55ポイントの落差だよ。これが現実。つまり調達部門では AI ブームが空回りしてるってこと？そうそう、まさにそれ。今日はその理由と、じゃあどうすればいいのかを話すね。お願いします。まずはなぜ実装できないのかの話から。答えはシンプルで、データが整っていないから。データが整ってないってどういう状態ですか？英語でガービッジイン、ガービッジアウトって言い方があってさ。ガービッジイン、ガービッジアウト。ゴミを入れたらゴミが出てくる。どれだけ賢い AI を使っても食わせるデータが汚ければ出てくる結果も汚い。あ、それって調達部のデータが汚いってことですか？全部じゃないけどかなり厳しい状況が多い。ガートナーっていう調査会社が去年まとめたレポートによると、調達リーダーの 74% が自社のデータは AI 対応できていないと認めてるんだって。4人中3人がうちはダメですって言ってるってこと？そう、まだ準備中じゃなくて、そもそも基盤がないに近い状態の会社が山ほどある。そのデータが汚いことでどれくらい損してるんですか？米国企業全体で年間600億ドルから620億ドルの損失が出てるって言われてる。600億ドル。日本円にしてだいたい 8.4 兆円。しばらく声が出ませんでした。全産業の合計だから調達だけじゃないけど、調達も例外じゃないよ。もっと身近な数字ってないですか？大きすぎて実感が。いい質問だね。データの専門家、データサイエンティストの仕事時間の 80% がデータの収集とクレンジング、つまりデータの掃除に費やされてるらしいんだよ。80%？ 高度な分析してる時間は 20% しかないってことですか？そう、これ調達でも同じことが起きてない？起きてます。月次のコストダウン集計レポート作るのに毎月3日から5日かかって、その大半がデータの付き合わせで。でしょ？じゃあ具体的に何が問題なのか話そうか。調達のデータ問題って大きく3つに分けられるんだ。1つ目は品名と品目コードの統一。品目コードですか？例えばボルトを探すとする。システム上にボルト M8×20M8 ボルト 20mm ボルト M820 の3種類が登録されてたとしたら、これは全部同じ部品ですか？そう、全部同じ部品。同じ部品が3つの名前で登録されてるんですか？これが部品全体にわたってそこら中にある。コードがバラバラ、表記が揺れてる。これを放置すると何が起きると思う？誤発。正解。業界調査によると BOM 部品表のフォーマットを統一するだけで調達ミスは70から 80% 削減できる。70から 80%。それって常識なんですか？だから今起きてるミスの大半はデータの不統一が原因だってことだよ。2つ目は何ですか？サプライヤーマスターの統合。まあここだけの話なんだけどさ、ある取引先がシステム上で何社登録されてると思う？一社じゃないんですか？12社。12社。工場ごとサプライヤーの事業部ごとにバラバラにコードを振った結果、システムの中では12の別会社として扱われてるんだよ。それ関係あるんですか？コードがバラバラなだけで。それがな、めちゃくちゃ関係あるんだよ。全社でどれだけ同じサプライヤーから買ってるかが集計できないから、まとめて発注してボリューム値引きの交渉するチャンスを全部逃してる。監査も拠点ごとに別々に発生して、工数が30から 50% 無駄になってるケースがある。3つ目は価格と取引データの正規化。過去の取引価格が各担当者のパソコンのエクセルにバラバラに散らばってる状態のこと。自分の会社3つ全部当てはまってる気がしてきました。多くの会社がそうだよ。だからこそ先に整えた会社が強い。先行企業の話をすると、日本の素材メーカーで13の ERP システム、基幹システムを一つに統合した会社がある。13もあったんですか？統合したことでマスターデータが一元化されて、意思決定のスピードが 35% 改善した。なるほど。
逆に失敗した会社は？米国の航空貨物の会社がさ、 AI で荷物の予測最適化をやろうとしたんだよ。でもマスターデータの品質改善を後回しにした結果、予測精度が全然出なくて大きな売上ロスになった。つまりデータプロセステクノロジーの順番を守らなかったってことですか？そういうことだよ。テクノロジーに飛びついた会社が失敗して、地道に順番を守った会社だけが AI を活かせるようになる。つまりまとめると AI を入れる前にまずデータを整える。具体的には品目コードの統一、サプライヤーマスターの統合、価格データの正規化の3つ。それが先ってことですか？まさにそれ。よく整理できたじゃん。じゃあ私今すぐ何をすればいいですか？エクセルのピボットテーブルで十分だよ。品目名とサプライヤー名でソートして重複と表記揺れを探してみて。ピボットテーブルなら私でもできます。完璧にやろうとしなくていい。まず主要な100品目だけでいい。100品目なら今週中にできそうです。 AI ブームに乗るための切符は最新の AI ツールじゃなくて地道に整えたデータ基盤だから。メモでもうメモ帳パンパンなんですけど、今日覚えるのは一つだけでいいよ。 AI は後でいい、データは今すぐ。これだけ。 AI は後でいい、データは今すぐ。でもデータを整えた後ってどうやって AI につなげるんですか？それはまた今度。また今度。そこが一番気になるんですけど。楽しみにとっておこうよ。プロキュリア面白かったらいいねとチャンネル登録お願いします。登録といいねが次回の燃料です。